16世紀後半、エリザベス一世は女性である王としてヨーロッパの権力秩序に挑んだ存在であった。彼女の治世は宗教改革の余波と対スペイン覇権闘争の時代に重なり、政治、宗教、性の境界を同時に揺るがせた。しかし、彼女の死後に形成されたエリザベス神話は、実像よりも女性統治者という概念の象徴として利用されていく。本校では、16世紀から19世紀にかけて、この女性が支配するという異例の構図がいかに社会的文化的に再定義され、後世の国家観や性別観に影響したのかを検証する。通説的な女王のカリスマ像を超え、誰が何のためにエリザベス神話を再構成したのかを多層的に追う。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、問題提起と通説の整理。エリザベス一世の評価は、死後400年以上を経ても依然として安定していない。一般的には賢明な統治者、宗教的寛容の象徴、海洋帝国の礎を築いた女王として肯定的に描かれてきたが、同時代の記録を精査すると、こうした像は彼女の生前には成立していなかったことが明らかになる。むしろエリザベスは、その女性であるという一点によって、王権の正当性を常に疑問視され続けた統治者であった。当時のヨーロッパでは、女性統治を否定する思想が支配的であり、ジョン・ノックスはその代表例である。ノックスは女が支配する国は神の秩序に反すると断じ、エリザベスやメアリー・スチュワートを明確に批判した。こうした宗教的正当性の問題が、彼女の統治全体に影を落とすこととなる。エリザベスはその批判を意識し、性別を中和するような政治言語、私は王の心と意を持つという自己定義を繰り返し用いた。ところが、死後のエリザベス像はこの緊張関係をほとんど反映していない。17世紀には正教徒革命、王政復古を経て、エリザベスは秩序と安定の時代の象徴として再評価された。だがそれは、女性王としての矛盾を抱えた人物というより、むしろ国家を母のように包み守る存在として再構築された像である。この時期の肖像画や詩編では、彼女はしばしばアストレア、正義の女神として描かれ、ジェンダーよりも神聖性が強調される傾向を示す。18世紀に入ると、啓蒙思想と帝国拡張の文脈でエリザベスは理性と統治の象徴として再利用される。特に1740年代の歴史叙述では、男性王に匹敵する能力を示した女王として称揚され、政治的有能さが主題化された。しかし、ここでも女性でありながら優秀であったという構文が維持されており、性別の枠組みを超えた存在としてではなく、例外的女性としての描写にとどまる。この例外化の構造こそが、後に神話化へ転化する基盤となったと見られている。19世紀ビクトリア朝期に入ると、エリザベス像は決定的な転換を迎える。ビクトリア女王自身が第二のエリザベスとして意識的に重ねられ、文学、教育、視覚文化の中で偉大なる女性統治者の系譜が構築された。ビクトリア朝の歴史教科書では、エリザベス一世の治世を宗教的寛容、商業的繁栄、海洋帝国の出発点として位置づけ、女性の支配を道徳的母性の延長として正当化した。つまり、女性が政治権力を握ることを例外ではなく真意の証として再定義することで、ビクトリア自身の統治を支える思想的基盤を提供したのである。この過程を通じて、エリザベス像は宗教的葛藤を帯びた実像から切り離され、イギリス的アイデンティティの象徴へと変質した。ここにエリザベス神話の原型が見られる。つまり、彼女は女性でありながら王であった人物から、女性であるがゆえに理想化された王へと再構築されたのである。本章では、こうした再構成の起点となる資料群、同時代の反女性説、17世紀の回想録、18から19世紀の歴史叙述を整理し、神話化の構造的条件を提示した。次章では、この神話形成を推進した具体的な担い手、宮廷文化人、歴史家、政治思想家の動向を検証し、どの層がエリザベス神話を必要としたのかを明らかにしていく。第2章、神話形成の担い手たち、宮廷文化と歴史叙述の連携。
エリザベス神話の形成は単に王権の継承や国家的記憶の自然な流れによるものではなく、明確な意図を持つ文化的政治的再構築の過程であった。その中心にいたのは、王政復古後から18世紀初頭にかけての宮廷史家、詩人、神学者たちである。彼らはエリザベスの統治を神の秩序の回復として語り直し、混乱の続いた17世紀イングランドにおける安定の象徴として利用した。まず注目すべきは、1660年代の王政復古期に登場した歴史家ウィリアム・カムデンの後継者たちである。カムデン自身はエリザベス一世の同時大臣であり、エリザベス女王年代記を表したが、その後継者たちは彼の記述を改訂し、神学的秩序の物語として拡張した。彼らにとって、エリザベスの統治は神が女性を通して国を救った特異な奇跡であり、正教徒革命によって破壊された秩序の前史として位置づけられた。この時点で、エリザベス像はすでに政治的記録から宗教的偶意へと変質している。さらに18世紀の啓蒙期には、エリザベス像を理性と徳の結合として描く動きが広がる。歴史家デイビッド・ヒュームはイングランド史で、エリザベスを宗教的熱狂を抑制し、理性によって国家を導いた君主と評価したが、同時に彼女の性別に言及し女性的感情を抑え、理性をもって国家を治めたと述べた。ここに見られるのは、啓蒙思想が掲げた合理主義の中で、女性統治を例外的成功として説明する構造である。ヒューム以降の歴史叙述では、女性であることを超越した統治が称賛の形式として定着した。文学、視覚文化の領域でも同様の再構成が進む。17世紀末から18世紀初頭にかけての宮廷画家群、特にゴドフリー・ネラーヤの血のジョージ・ナップトンらは、エリザベスの肖像を神聖なる諸女性と帝国の母性を融合させた象徴図像として再生産した。こうした図像は、王権政党の視覚的証明として王室コレクションに収蔵され、国家的アイデンティティ形成の一部を担ったとされる。肖像画に添えられたラテン名句にはアストレア・サイリンや秩序の守護者といった語りが品質し、女性王としての現実的矛盾を宗教的象徴へと昇華する装置として機能した。一方、ビクトリア朝期には、こうした神話的構造を教育制度が継承する。1850年代の公教育改革以降、エリザベス一世は理想的女性統治者、道徳的母国の原型として、教科書に登場するようになった。ここで重要なのは、当時の女王ビクトリア自身が積極的にこの再構成を利用した点である。1850年代の王室承認を受けた初頭歴史特本群では、エリザベスの肖像がビクトリアの若年期の姿に似せて描かれ、文中では偉大なる諸女王の時代に帝国の礎が築かれたと明記された。つまり、エリザベス像の再構築は、単なる歴史教育ではなく元王政の正当化装置として再び機能したのである。こうしてみると、エリザベス神話を生み出した担い手は、一貫して政治権威を支える知的階層であったことがわかる。神学者は真意を、歴史家は理性を、画家は視覚的威信を通じて、女性統治という異例の現象を秩序の証拠へと変換した。彼らが必要としたのは、実際のエリザベスという人物ではなく、女王エリザベスという理念であった。辞書では、この理念がどのように具体的な政治、思想的転換点で再利用され、国家イデオロギーとして定着していったのかを、帝国形成期のイギリス社会と関連づけて分析する。第3章、帝国と女性統治のイデオロギー、女王国家母体への転化。18から19世紀のイギリス社会では、エリザベス一世の記憶が単なる過去の王朝記録ではなく、国家アイデンティティそのものを象徴する理念として再構成された。この再構成の中核にあったのは、女性による統治を母性による統治へと転換する政治的比喩であり、それは帝国の拡張を倫理的に包み込むための装置として機能していたと考えられている。エリザベスの統治が国家の母体期と呼ばれるようになったのは、偶然ではなく、帝国支配を正当化する新たな思想的枠組みの形成と深く関わっていた。18世紀末から19世紀初頭にかけて、イギリスは海洋貿易と植民地支配によって世界的影響力を拡大していた。その過程で、国民統合の象徴として国家を導く母なる存在が求められた。
エリザベス一世の治世はその象徴的起点とされ、1588年のアルマダ海戦は新興と理性が結ばれた国家の奇跡的勝利として繰り返し描かれた。資料をたどると、この時期の歴史書、詩、演劇、図像において、エリザベスの姿は宗教的後功を伴い、国家の母としての表彰へと定着していく。王政復古以降の王権イデオロギーは、この母性的非要政治的倫理の根幹に据え、帝国の拡大を育成、庇護といった道徳語彙によって包み込む戦略を取った。この構造は、社会的ジェンダー間の再編とも密接に結びついていた。エリザベスが女性でありながら統治を成功させたという物語は、19世紀社会において二重の効果を生んだ。一方では、女性が理性と徳によって公共領域を支えることが可能であるという肯定的指標を与えたが、同時に彼女は例外であるという前提を強化することで、他の女性を政治的領域から排除する論理も補強されたのである。女子教育用の教本や家庭向け倫理書を参照すると、エリザベス像は家庭を治める理想的女性の国家的拡大型として語られていた。これにより、女性の役割は公的領域に拡張されたかのように見えて、実際には母性の延長としての政治参加に限定された。芸術、文学の領域でも、この神話は視覚的物語的に拡張された。19世紀の歴史画や演劇では、エリザベスが精神的純潔と国家威厳の融合として描かれ、神聖性を帯びた女王像が理想化された。演劇ではシェイクスピア作品の上演がエリザベス的秩序の象徴として用いられ、彼女の知性が芸術の黄金期として商用された。こうした文化的再構成は、王権を超えて国民文化の象徴を形成し、エリザベス像を政治的記憶から文化的原型へと変貌させた。興味深いのは、1830年代以降の女性作家たちによる再解釈である。彼女らはエリザベスを知的自立の象徴としながらも、その孤独と権力の矛盾にも言及し、神話の陰影を提示した。これによりエリザベスは単なる理想像ではなく、権力と女性性の両立がもたらす緊張を体現する存在として再認識され始めた。一方で、政治的にはエリザベス神話の意図的利用と沈黙が並行して進んだ。王政、議会、宗教界、教育界のいずれもが自らの目的に応じて神話を引用しつつ、その矛盾には触れない戦略を取った。実際、19世紀の私学叙述では、エリザベス治世の宗教的弾圧や議会との衝突などはほとんど削除されている。神話化の本質は事実の積み重ねではなく、不都合な要素の消去にあったと言える。ビクトリア期の新聞、雑誌においても、エリザベスとビクトリアを並列する表現が頻繁に見られ、母国イングランドの人格化という定式が完成する。イラストレイテッド・ロンドン・ニュースは帝国博覧会の記事の中で女王の徳が世界を包むと記し、女性的徳と国家支配を同一視するレトリックを提示した。この語法こそ、女王国家道徳という三位一体の構造を決定づけた表現であった。しかし19世紀末から20世紀初頭にかけて、近代歴史学の方法論が浸透するにつれ、こうした神話構造に対する会議が台頭する。史料批判の手法を用いた研究者たちは、エリザベスの統治が実際には極めて現実的で冷徹な行政運営と情報管理によって支えられていたことを明らかにし、後世の母性的支配像が後付けの政治的構成であることを指摘した。すなわち、徳と母性による支配という図式は史実ではなく、帝国と社会秩序を安定的に維持するための象徴的語彙であった。以上の分析から、エリザベス神話は一人の人物を中心に形成されたものではなく、国家のイデオロギー、社会の性別観、文化的記憶が複合的に結びつくことで生成した集合的構築物であったと結論付けられる。それは、時代ごとに異なる政治的要請や文化的欲望を受け入れる柔軟な象徴であり、イギリス社会における女性権力という観念を正当化し、また制限する二重の装置として働き続けた。辞書では、この神話がいかに社会意識や教育制度、そして個々人の心理にまで浸透していったのかを検証し、エリザベス一世が実在の人物から国民的信仰へと転化していく過程を明らかにしていく。第4章、
社会意識と教育に見る女王像の内面化。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、エリザベス一世のイメージはもはや王権や文学作品に限定されず、社会そのものの心理的基盤に浸透していった。特に教育、出版、女性教育運動の領域では、彼女の名が国家道徳、女性の理想像、中性の象徴という3層構造を担う記号として定着していく。その過程は単なる歴史教育ではなく、社会意識の形成装置としてのエリザベス像の内面化の過程であったと見られている。ビクトリア朝中期の教育改革では、歴史教育が道徳教育と結びつけられ、エリザベス一世の治世は国家統一と信仰の調和の実例として扱われた。公立学校の教材には、アルマダ海戦や探検航海の物語とともに、女王の決断力や経験さが道徳教材として収録され、児童に忠誠、節度、信仰を教える道具となった。教育行政記録によれば、1870年代以降の初等教育で扱われる歴史人物のうち、女性として唯一継続的に登場するのがエリザベス一世であった。彼女は実際の政策よりも人格的象徴としての価値が強調されていた。同時期の女子教育でもエリザベス像は特別な位置を占めた。家庭教育書や女性雑誌クイーンズ・オン・マガジン1885年創刊は、理知と徳を備えた女性指導者の典型としてエリザベスを取り上げ、女性が社会的地位を向上させる根拠として利用した。一方で、その語り口には常に節度、貞節、奉仕の3要素が付随しており、女性の知的自立を商用しながらも、行動範囲を家庭的特性に結びつける枠組みを温存していた。この二重構造は、女性解放運動の黎明期における文化的制約として重要である。すなわち、女性の能力を肯定する物語が、同時にその社会的越境を抑制する機能を果たしていたのである。また、帝国教育の拡張もエリザベス神話の国際的拡散に寄与した。インド、カナダ、オーストラリアなどの植民地学校では、エリザベス一世が英国文明の母、信仰の守護者として教科書に登場し、帝国臣民の忠誠と文化的一体感を育む教材となった。これにより、女王の象徴は民族的境界を超え、帝国的価値観を共有するための共通記号として用いられた。すなわち、女性統治という史実は、帝国の自母という観念的装置へと完全に転換されたのである。20世紀初頭には、文学や演劇を通じてエリザベス像がさらに心理的次元に広がる。とりわけ第一次世界大戦期の愛国史やプロパガンダ映画では、女王の姿が祖国の守護天使として描かれ、戦時動員の道徳的正当化に利用された。詩人たちはエリザベスの精神が再び国を守ると謳い、女性の献身を国家の防衛と重ね合わせた。この構図は、国民の自己認識の深層に女性的徳国家的徳という観念を埋め込む役割を果たしたと見られている。一方で、知識人層ではこの象徴構造への批判が現れた。1900年前後の歴史家ジョージ・トレベリアンや文学批評家エドマンド・モスは、エリザベス神話が国家教育を通じて過度に理想化されていると指摘し、史実の検証を求めた。彼らは、女王の政治判断や外交政策を資料に基づき再評価し、正化された像から現実の政治家像を回復しようとした。こうした動きは、やがて20世紀中葉のジェンダー史、文化史研究の礎となる。このように、エリザベス一世のイメージは、19世紀以降の社会において、教育、文化、心理の各層を横断する形で内面化された。人々は史実の女王を直接知らずとも、学校教育や出版物、国家的儀礼を通じて理想的女性統治者としての彼女を知っていると感じるようになった。その内面化こそ、神話が宗教的信仰を超えて社会意識そのものに転化した瞬間である。辞書では、このように制度と意識の中で固定化されたエリザベス像が、20世紀後半の歴史学や映像文化においてどのように再解釈され、再び変容していったのかを検証する。そこには、神話の終焉ではなく、再神話化の循環が見えてくる。第5章、再神話化と再評価、現代におけるエリザベス像の転生。20世紀後半、
歴史学とメディアの発展はエリザベス一世のイメージを再び変化させた。神話の崩壊ではなく、新しい文脈における再神話化である。すでに19世紀までに形成された国家母体としての女王という構図は、戦後社会で異なる形をとって再利用された。特に第二次世界大戦後、英国が帝国から連邦へと転じる過程で、エリザベス一世は再び独立と精神的強靭さの象徴として召喚されたのである。この時期の文化表現では、歴史研究と映像文化が密接に連動した。1950年代の映画や1960年代の BBC 歴史シリーズは、史料的正確さを掲げながらも、依然として孤高の女性統治者、理性と信仰の統合者としてのイメージを保持していた。冷戦下の国際情勢において、女性でありながら国家を導く強靭な指導者像は、西側世界の道徳的優位を体現する象徴として政治的に利用されたと考えられる。映像の中のエリザベスは、しばしば断固とした意志を持つ女性として描かれるが、その演出は史実というより現代社会の価値観に沿った再構成であった。一方、学術界では1970年代以降の女性史、ジェンダー研究の交流により、エリザベス像の分析は新しい段階に入った。研究者たちは、従来の書状を母なる統治者といった象徴的表現を批判的に再検討し、彼女の政治的手腕、外交戦略、宮廷統制を文書資料から再構成した。これにより、エリザベスは神話的存在ではなく、極めて現実的な行政者危機管理者として再評価されるようになった。とりわけ、彼女の演説文や議会答弁の習字構造を分析した研究は、エリザベスが自ら性別表現を統治戦略の一部として意識的に操作していた可能性を指摘している。つまり、彼女は神話の被造物であると同時に、神話を戦略的に利用した創造者でもあったという視点が浮上したのである。同時に、メディア文化はこの再評価を再び象徴化する方向へ導いた。1990年代以降、映画やテレビドラマにおけるエリザベス像は、史実検証を背景にしながらも、強い女性の普遍的記号として描かれるようになった。1998年公開の映画「エリザベス」は、宗教対立や権力闘争を通じて女性としての弱さを克服する成長端として再構成し、観客に近代的主体としての女王像を提示した。この描写は資料上の事実よりも心理的象徴としての完成を重視しており、結果的に第三の神話、すなわち自立した女性リーダー像としての再神話化を生んだと言える。21世紀に入ると、エリザベス一世はもはや歴史上の一人物というより、文化的プロトタイプとして多様な文脈で引用されている。政治的演説、企業広告、芸術作品においてエリザベス的リーダーシップや、孤高の統治者といった語りが象徴的に用いられ、彼女の名は時代を超えた価値記号となった。この現象は、神話の完全な崩壊ではなく、むしろ利用価値を保持したまま更新され続ける神話の構造を示している。エリザベス像は、史実、政治、心理、文化の各層で異なる意味を帯びながら、依然として女性と権力という普遍的テーマを媒介する装置として機能している。こうした最神話化の流れは、史学と社会意識の関係を映す鏡でもある。歴史が現代の価値によって再構成される限り、エリザベス一世は今後も新しい神話の素材であり続けるだろう。重要なのは、彼女の実像を固定的に捉えることではなく、どの時代がどのような価値観をそこに投影してきたのかを読み解く姿勢である。歴史的人物としての彼女は16世紀に生きたが、象徴としての彼女は21世紀にも生き続けている。今回の動画は以上となります。本校では、16世紀の実在の女王エリザベス一世が、どのようにして後世のイギリス社会において女性統治者の理想像へと再構成されていったかを検証した。宗教的対立と王権の不安定さの中で生きた彼女の実像は、死後に母性的支配、国家の人格化として神話化され、教育、芸術、政治の諸領域に深く浸透した。その過程で、エリザベスは現実の政治家から道徳的文化的象徴へと変化し、さらに現代においては自立した女性リーダー像として再神話化された。
この長い天下の歴史は、女性統治という異例の現象がいかに社会の自己投影の鏡として利用され続けたかを示している。史実を超えて生き続けるエリザベス像は、過去を語る手段であると同時に今を語る言語でもある。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴あり